皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数値計算では多くのデータをファイルから読み込んだり、計算結果をファイルに保存したりする操作が必要になります。そこで今回は C 言語の文法に関する説明の最後として、データのファイルからの読み込み方とファイルへの書き出し方についてお話しします。本題の説明の前に、Security Development Life Cycle、略して SDL チェック機能に関してお話しします。ビジュアルスタジオではバージョン12以降からキーボードやファイルから文字データを取り込む時の C 言語エラーに対処するため SDL チェック機能が付与されています。具体的には scanf、fscanf などを含むプログラムは SDL チェック機能によりエラーがあると診断され、それぞれ scanf_s、fscanf_s へ変更するように求められます。これまで私はこの指示に従って修正を行い対応してきました。しかしながら数値計算では主に数値の入出力を行います。またこの警告に対応するため実行文を書き換えると他のコンパイラーに対応できなくなり、プログラムの汎用性が損なわれます。よって以降はこのエラー警告を回避し、従来の scanf、fscanf で記述することにしました。最初にこの対応の仕方について説明します。いつものように今回の練習問題に対する回答プログラムを書くファイルを作成してください。フォルダ名はデータインアウトとしてください。詳細は私のビデオ 10-2 を参照してください。これによりデスクトップ上の C プログラムフォルダ内にデータインアウトというフォルダが作られ、その中にいくつかのファイルが作成されていると思います。プログラム入力画面が現れたら、プロジェクト内の最下段にあるプロパティを選んでください。これにより次の画面が現れます。順に構成プロパティ C/C++ 全般 SDL チェックを選びます。次に右端にある記号を押していいえを選択します。最後に OK ボタンを押します。これにより SDL チェックがされなくなります。そして再びプログラム入力画面が現れます。それでは今回の練習問題を与えます。問題。input.dat という名前の入力ファイルからデータを読み込んだ後、これらに10点例を加えた値を output.dat というファイルへ書き込むプログラムを作りなさい。ここで読み込むデータの最初の整数はデータの個数である。これはイント型変数で定義すること。また下段の5個の実数はダブル型変数で定義すること。この練習問題に対して私は次のようなプログラムを作成しました。内容の説明は後で行います。このプログラムの他にデータファイルの作成が必要です。これを行うため、入力画面において新規作成、ファイルを順番に選びます。次に現れた画面においてテキストファイルを選択した後、開くボタンを押します。入力画面が現れたらデータを入力します。
今回作成したプログラム中のスキャン F 関数では、毎回数字を1つずつ読み込みます。各数字の間には見やすいように適当な空白を入れてください。これらの空白は無視され、数字だけが順番に読み込まれます。データを保存するため、入力画面最上段のファイル、保存を順に選びます。そして、図のような画面が現れたら、ファイル名 input.dat を入力し、保存ボタンを押します。これにより、デスクトップ上のプログラムが入ったフォルダ内には、この図のような input.dat という名前のファイルが作成されているはずです。プログラム入力画面へ戻るため、図のようにプログラムの表示ボタンを押します。いつものように、プログラムのビルドとデバッグを行うと、図に示すような値が出力されます。output.dat ファイルは必ずしも事前に作成する必要はありません。これはプログラムを実行すると自動的にフォルダ内に作成されます。デスクトップ上のフォルダを開き、計算結果が正しく書き込まれていることを確認してください。これが一連の作業の流れです。それでは、プログラムの説明を行います。いつものように stdio ヘッダーファイルを取り込みます。また、今回は stdlib ヘッダーファイルも取り込みます。これは一般ユーティリティのヘッダーファイルで、本プログラムでは処理を終了させる exit 関数を使っているので必要になります。次のファイルアスタリスクから始まる文は、ストリームポインター変数の宣言文で、ファイルポインター fpr が入力用、fpw が出力用になります。メイン関数に入ります。最初にデータ個数 nd、for 分用のカウント変数 i をイント型で定義します。次にデータ用の変数 y 鍵括弧をダブル型の配列で定義します。次の if 文で始まる一塊の文はデータ入力用ファイル input.dat を開くためのものです。フォルダ内に input.dat の名前のファイルがなければ exit 関数により実行を終了します。このファイルについてはすでに作成しましたね。次の if で始まる一塊の文はデータ出力用ファイル output.dat を開くためのものです。ファイルアスタリスクから始まる2つのストリームポインター変数の宣言文を含めて、入力及び出力用の一連の文は覚える必要はありません。ファイルを使ってデータの入出力を行うとき、この書式の文を挿入するようにしてください。もちろん、ファイル名は好きなように変えてください。次は fscanf 関数によりinput.dat ファイルからデータ個数を読み込み、これを nd へ代入します。そしてすぐにこの値を printf 関数により画面に表示します。これは入力が正しく行われたかを確認するためです。次は5個のデータを読み込み、これらを yd i へ代入します。またすぐに入力値が正しいかを確認するため、各値を printf 関数により画面に表示します。次に各データに10点例を加えます。実際のプログラムでは入力値を使ってさまざまな計算を行います。さて、いよいよ計算結果の output.dat ファイルへの書き出しです。最初はデータ個数 nd を書き出しています。これには
F プリント F 括弧関数を使います。括弧の中の文の意味はこれまでの経験から自分で理解できると思います。このようなものだと覚えるのが良いでしょう。次は for 文で計算結果 yd 鍵括弧 i の書き出しを行います。ループ中に if 文がありますね。これは出力される値の書式を整えるためです。記号円 t はデータ間に空白を入力するもので、これにより出力データを見やすくします。次の F プリント括弧関数では、出力結果が見やすくなるように改行を行っています。最後の F クローズ括弧関数はファイルを閉じるためのものです。括弧の中にファイルポインターを書きます。これらも前の入出力のオープン文に加えて忘れずに挿入してください。そしてリターン文でプログラム実行を終了します。いかがでしたでしょうか。数値計算において特に必要な C 言語の文法説明はこれで終わりです。この他にも知っておいた方が良い文法がたくさんあります。これらは必要に応じて文法書やインターネット上で学んでください。また今後の私の動画でも練習問題を出す機会を設け、その回答例で説明したいと思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。